我々の建築はですね、建物がもちろんかっこいいということも大事だとは思っているんですけども、そこで活動する人々が、いかに生き生きと過ごせるかということを、ポリシーとして考えています。こういう模型にも表れていますけども、人と人がどういうふうにコミュニケーションをとってどういうふうな関わりを持つのかということを建築を通してですね、考えながら、設計をしています。建築っていうのは光とか風とかそういう自然条件とこうしたところでどういう空間を作り上げていくか、建物の周りとの関係、都市とか、そういった周りとの関係ということを、考えながら、設計をしています。なので建築が閉じた箱というよりは、周りと関係づけるような、装置のような感じで、建築を考えながら、設計しています。やっぱり建築ができるっていうことは内部だけじゃなくて外にも明らかに影響を与えていきますし、人の活動をどういうふうに喚起していくのかとか、そこでどんな関係性が生まれるのかっていうのが一番大事かなっていう感じですよね。で、事務所自体もそれこそスタディの模型をみんなで作りながら囲みながら議論しながらやってってるんで、割とそういう意味ではいろんなところが開かれているというか、いろんな人たちがいるからこそいろんなことがやっぱりできてくるっていう、なんかそんな感じでやってますね。はい。まずリサーチ関係として、敷地周辺の情報もそうですし、その敷地がもともと持っている歴史とか、その土地の変遷、あとはそこに、関わる人々の文化とか、そういったところのリサーチからまず始めます。その地域地域のやっぱり気候風土だったりっていうことと、あとそこで求められているものが、例えば学校なのか、なんだろう、それこそオフィスの建物なのか住宅なのかっていうふうなことも、その地域とどういう関わりが求められている建築にあるのかっていうことも含めて、やっぱりどういうふうな考え方でそれが建築として求められているのかなっていうあたりだから、結構いろんなことをまずはリサーチしまくるって感じですね。そうですね。特に気候条件とかはデータ出して、この季節はどっちの方向から風が来そうとか、その時にどのくらいの風速が来るから、そこの開口部はどうしようとかっていうのもあるので、そういったところもすごく大事に、して、調査しています。学校とかの場合ですと、そこの学校とかその周辺にもう丸一日いて、そこを、おじいちゃんおばあちゃんが朝散歩してるのかとか、どういう時間に車が多く走るのかとか、登校のルートとか、そういうのを調査して、その時に登校だったり下校の時におじいちゃんおばあちゃんがじゃあそこで少し溜まれるような外部空間があると、子どもたちの見守りとしてもいいのかなとか、そういうことを考えたりして、初期段階では結構その外との関係と建物の関係の配置がそういったところで、決まってくるのかな。どの段階でもその人との関わりとかそういったことは考えながらやっています。だから建築ってやっぱり最初にここに何か建築を建てるって決まってから実際竣工するまでは多分数年、もちろん住宅でもやっぱり1年とか、1年以上かかりますし、大きな建築だとやっぱり5年とかかかってやっと建築が出来上がるみたいな。でそこから先はやっぱ50年とか100年っていうタイムスパンになりますので、短いことについてももっと長い数十年っていうことについても建築って同時に考えてるっていうところはありますよね。普通のユーザーにとっては建築ができてからがスタートなわけで、そこで、いかに愛着を持って使ってもらえるかっていうことが大事だと思うんですよね。我々設計をしていると、その建物に対しての愛着はすごく湧くんですけども、そういうプロセスにやっぱりユーザーの方とかっていうのもやっぱり加わっていただいて、自分が作ったとか関わったっていうふうに思ってもらえて、でそれを長く愛着を持って使ってもらう。でそれがしっかりと受け継がれていくっていうことが大事なのかなというふうに考えています。基本的にはまずその与えられた敷地に対して我々はどう考えたかとかでそれで例えば配置だったら配置の考え方などをある程度やっぱり
合理的な説明っていうのは要求されますよね。でだからなんとなくこっちの方がいいからとかっていう感覚的な話っていうのはやっぱり、なかなか伝わりにくいので、その事務所の中でいろいろと議論しながらみんなでああだこうだああだこうだやることをやっぱりまずちょっと分かりやすい言葉に置き換えて整理して、そういう時に模型ってやっぱりすごく重要で、大体の建築家の方々ってみんなものすごいスタディしてると思うんですけど、打ち合わせで持っていくのってそれでいっぱいスタディしたものの今一番いいと思う提案、2つとか3つぐらい持っていくことはありますけど、実はそこに至るまでに100ぐらいとか平気であるのを逆に写真とかでバーッとお見せすると結構ね、そうですね、なるほどここまでやった中でこれがおすすめなんですねみたいな感じで、ある説得力をこう。そうですね。設計のプロセスで何回かは事務所に来ていただいて、もう事務所にあるその模型とか図面とかっていう生の状態を見ていただいて、議論するっていうのがなんか一番、伝わるよね、伝わりますよね。だからそういう時に、図面だけじゃなくてやっぱり本当模型があると、実際に何かこう立体で、見えてくる。だからコミュニケーションのツールとして、もちろん話をしてっていうのも大事なんですけど、ものがあると一発でこう伝わるっていうのがありますね。一旦そのリサーチをしたものをベースに、まずそこにどういう案が考えうるのかっていうのをとにかくバーッと広げて、検討するっていうことをまずやります。まずは考えられない案をなくすっていうことをするっていうことですね。で設計やっていくとあの時こう考えておけばなっていうのは結構やっぱりあるし、その後悔をしたくないんですよね。なので一番初期段階ではもうとにかく考えられる案を考えるっていうこと、だから普通に考えたらこれやんないよねっていうものも一回やってやっぱないよねっていうふうに再確認するっていう。で何がダメなのかっていうこととかをそれを明確にやっぱり。でそれはうちなんかは本当にもうグループというかチームでやってるので、スタッフがもう全員手を動かしてやるんですよね。みんなでだからこれはなぜないかっていうことを絞っていって、本当に最後の方になるとあれでもこれってなんかもうちょっとこうじゃないとかって、いやでもそれなんか前やったねとかってでそれをひっくり返して探し出して、ああこれでしたねみたいな。でそれでもこの時はこうだったけどこれを今もう一回見るとこれちょっとこうやって同じようなパターンだけどこうやってみたらなんか実はもしかしたらあるかもねとかっていう風な、だから立ち戻ったり。でも立ち戻った時に一回ダメって言ったからその理由をもう一回考え直して、ああやっぱダメだったねってなることもあるしっていう、とにかくまずは全ての可能性を、でだんだんね、絞っていくっていう。そうですね。チームでやってるとそういうふうにこう議論してこう収束していくプロセスっていうのが大事で、みんなでこう納得しながらその次に進んでいくっていうことが、チームでやってると大事なのかなというふうに思ってます。その時のパターンスタディは全部同じアングルで全て写真を撮ってでナンバリングして日付入れて、でどういう案かっていうのが一応分かるようにして、でもちろんそれを簡単に図面とかにしてる場合はそのデータも一緒にもちろんファイリングとかデータで保管しているっていう。でもとりあえず表舞台からは消えるっていうそういう感じですね。おおよその方向性は決まってもその中での書室の配置の関係性はまたその中でも何十通りと出てくるので、だから最初はだから500分の1レベルでの何十通り何百通りで、次にはなんとなく100分の1とかレベルでのやっぱり何十通り何百通りみたいなことのある程度プランニングとか具体的なところに入ってくると今度やっぱ法規的なものとかが関わってくるし、当然設備とか構造とかっていうのも入ってくるので、だからだんだんやっぱりそういうふうな精度をこう上げていくっていう感じですかね。でそれに伴って模型のスケールも上がってきますし、で本当にもう実施設計とかになるともう50分の1とか30分の1とか部分的には本当20分の1とかね、作ったりして確認していくっていう感じですね。そうですね。CG は結構初期段階から、模型と並走するような形でやっています。中をねとにかく歩き回ってっていうようなことを CG とかではよく確認しています。から
一つの図面とかをみんなで囲んでみたいなのができなくなった時に、やっぱり Zoom 活用したりとかオンラインホワイトボードとかを活用すると、結構大人数だとバーってなんていうんですかね、みんなで寄れる人数というのは限られてくるわけですけど、オンラインホワイトボードとか Zoom とかを活用してると、もうみんながそこに自由に書けるんで、なんですかね、 CG とかでも全員が一つの画面に向かってっていうことではなく、誰かが操作しながらみんなでも書いたりとか、全員がちゃんとそれぞれで見れるので、うんだそういう意味ではね、随分なんか打ち合わせの仕方とか変わりましたよね。設計プロセスの中でのプレゼンテーションとして、提示する模型はとにかくやっぱり分かりやすい、理解してもらえるっていうことが主眼になってくるとは思うんですけども、その後で展覧会に出すとかっていう時には、その建築自体が分かるっていうこと以上に、その建築がどういう理念を持って作られているかということを示すことの方が大事だったりするので、必ずしも建築として分かりやすい、これが壁とかっていうことが、分かりやすいということよりは、どういう作られ方をしているのかということが、を伝えるためにどういう表現がいいかということをもう一回考え直すっていうような感じで、流山の模型建築倉庫さんに展示させていただいているのは、アクリル、床全部アクリルで作って透明なものに、あの時はして、で中の壁とか活動っていうのが見える状態にして、活動と樹木とかそういう、自然環境っていうことと建築の中に埋め込んでいるエレメントっていうことが分かるような模型にして表現しているわけなんですけども、展覧会のお話とかいただくとまた改めて我々も考え直せるというか、この魅力が何なんだろうっていうことを思考できるので、そういう新たに模型を作るっていう作業を通して、そういう思考が整理されるっていう意味では、すごくいい体験というか経験、機会かなというふうに思っています。全然違う種類の模型が事務所の中で混在してますけれども、うちの場合はとにかく担当してるスタッフが自分で図面描きながら模型も作ってみたいな感じで、それで確認しながらやってるので、やっぱりすぐ横にあるっていうのがすごく大事なんですね。お互いになんか見てると、ちょっとコーヒー取りに行く時にこれって今こんな感じでこれってどうなってんのみたいなことでまたお互い突っ込んだりとかいろいろしながら、でちょっと先輩が通った時に「すいませんちょっとここ聞いていいですか?」みたいな感じでちょっと収まり聞いたりみたいな感じで、割と模型がコミュニケーション書内でもツールになってたりはしますよね。そうですね、とにかく一人で抱え込まないっていう、自分の脳内だけで作るんじゃなくてみんなでディスカッションしながらやっていくっていうことが、プロセスの上での我々のポリシーではあるので、いろんなプロジェクトのいろんな段階の模型がもう真ん中のところにあるっていう状況になっています。そうですね、もちろん建物ができた時っていうのは、ある達成感もありますし、嬉しいんですけども、やっぱりそこに人が来てもらって、活動しても生き生きと活動してもらえるっていう時がやっぱり一番充実感がある時かなというふうには思います。あとは設計のプロセスの中だと、なんていうんですかね、案が一つジャンプしたような提案をスタッフがしてくれると、そこが一番そこでは達成は何もしていないんですが、高揚感というかワクワクする感じがありますね。実際にもう使い始めて結構いろんな活動しているところをちょっと見る機会があったりして、なんか行った時に想定している以上にいろんな使い方していたりとか、結構工夫してくれてたりするので、そうですね、おーなるほどとか思って結構嬉しかったり楽しかったり、そう使うかっていうのはね、考考えつかなかったなっていうのはありますよね。ありますね。なんか想像を超えたことをやってくれるっていうのは、使っている時も我々の想像を超えた使い方してくれるのもすごく面白いですし、設計のプロセスの中でも、スタッフからもそうですし、クライアントからもそうですし、自分が全く考えてもなかったような可能性を提示してくれるっていうのは
ワクワクしますよね。うんうんですね。だからそれがこうみんなで一緒にやってる意味なので、自分の考えじゃないところをなんか出してくれるっていうのがねすごく楽しいですよね。だからやっぱ一人で考えててもね、限界があるっていうか、建築考えていく上ではね、やっぱいろんな見方があって、いろんな意見があって、クライアントとかはいはいって聞いていればいいものになるとは絶対限らないので、だからそこのところはじゃあこれを説得するためにはどうしようみたいなことをまた事務所の中でいろいろ議論したりはしているので、でもまあまあそういうふうなことがでやっぱりまあできていくものなので建築って、でもそれをまあいろんな資料を作ったりして説得して、で出来上がった時にこれがやりたいっていう意図だったんですねみたいなことでよく分かりましたっていうふうに言ってもらえるとやっぱ達成感はね、ありますよね。